めちゃめちゃ懐かしいな。こんにちは、マツケンです。2022年1月19日をもって僕が初めて YouTube に動画を投稿してからちょうど15年になりました。ありがとうございます。といっても僕は15年間めちゃめちゃ動画を上げ続けてきたというわけでもなく、自分のペースで時々動画を上げてきていたので、15年という言葉ほどは実際は何もやっていません。僕自身がこうやって喋るような動画を上げ始めたのもほんのここ2年ぐらいの話なので、正確に言えば YouTube にある程度力を入れ始めたのはまだ数年とも言えるんですけれども、15年という一つの節目ではあるかなと思いますので、今日は過去15年の動画をいろいろと振り返ってみようかなと思います。で、僕、マツケンのチャンネルにチャンネル登録していただいている方、本当にありがとうございます。何の動画を見てチャンネル登録してくださったかっていうのは人それぞれかと思うんですけども、このマツケンのチャンネルは基本的には僕の趣味嗜好を紹介するというような感じのチャンネルなので、せっかくチャンネル登録いただいている方には興味のないような動画もいくつかはあると思うので、ちょっとそこは申し訳ないなとは思うんですけれども、今日昔の動画をいろいろと振り返ってみて、その中にもし少しでも興味のある動画があって、それをご覧いただけるととても嬉しく思います。というところで、僕自身も久しぶりに見るという過去の動画ですね。今日は特にあらかじめこの動画をピックアップするぞみたいに何にも決めてなくて、本当に僕自身が久しぶりに見ますので、そのあたりのリアクションも込めてお送りしようかなと思います。まずこの僕の動画並び替えで古い順に並び替えます。古い順に並び替えて一番最初に出てくるのがマリオペイント BGM1 の電子ピアノ版ですね。これが投稿日が2007年の1月19日、15年前。2つ目の動画もマリオペイント BGM1 で、これ別の動画でも話したことあるんですけども、実際にはこのピアノバージョンの方が先に上げたんですよ。その後間違って消しちゃってピアノバージョン上げ直したので、順番的には電子ピアノ版が一番古くなってますけれども、なので僕にとって一番最初の動画はこのマリオペイント BGM1 のピアノバージョンですね。これいい曲ですよね。なんでこの曲を選んだのかとか当時のことあんまり覚えてないんですけれども、一発目の動画から好きなゲーム音楽に関する演奏動画を上げていたということになりますね。そもそも僕は YouTube 始めようと思ったきっかけなんですけれども、 YouTube が世に出てくる前から、実は今は閉じちゃってるんですけど、昔ホームページを持っていたんですね。で、そのホームページで自分の演奏の音源、もう動画なんて容量大きくて当時とても扱えなかったので、もうめちゃめちゃ音質を落として MP3 の 56kbps とかまで容量を下げて、というのも無料で使えるサーバーの容量に制限があったので、あとは打ち込みの音源とか細々と公開していたホームページがありまして、そのホームページは2002年ぐらいに開設して2007年ぐらいに閉じた。 YouTube を始めてから閉じたっていう感じなんですけども、とにかく容量との戦いで動画なんて夢のまた夢だったんですけども、そんな中でこの YouTube というのが出てきて、もうこの YouTube の登場は結構衝撃的でして、何が衝撃的だったかって、アップする動画に制限がなかったんですね。正確には1動画あたり10分以内っていう制限が当時はあったんですけれども、10分以外の動画であればいくらでも上げることができる。しかも無料で。もうこれは夢のような話で、ただでさえ動画なんていう音声に比べてとても容量の大きいものを無制限に上げることができると。これはすごいなと思って、でこの1個目の動画、マリオペイントの動画なんかもかなり音質も画質も悪いんですけれども、 YouTube を始めてみようと思った時に手持ちのカメラがこれしかなかったと。当時のデジカメのムービー機能ですね。でマイクももちろんそのデジカメの内蔵マイクでしたし、もう本当に品質的には今見るととても貧弱なものなんですけれども、そんな感じで当時無制限で動画をアップできる場所というところで YouTube に目をつけて、それまでもやっていたようなゲーム音楽とかの演奏を上げ始めたっていう感じなんですよね。なので続けて他の動画も古い順に見ますと、マリオメドレーとかゼルダの伝説とかマザーとかメトロイドとか、やっぱレトロゲーム音楽系ですよね。全然今と変わってないという。で演奏に関しても今では見るのが恥ずかしいぐらい品質も悪いもので、例えばこのマザーメドレーとかね、あらかじめ弾く曲を決めてきっちり動画を構えてとかじゃなく、とりあえずカメラ回しておいて弾きながら次何の曲弾こうみたいに考えながらやっているという。なので結構ミスもたくさんあれば普通に弾き直しちゃってるようなものありますもんね。 Windows XP 音ピアノ、なんだこれ、 Windows XP の起動音と終了音の7秒動画、めちゃめちゃ懐かしいな。そもそも2007年の1月って皆さん何されてました？僕自身2007年の1月はまだ学生で、2007年1月だから修士、大学院の修士1年生でしたね。大学院修士1年の1月っていうとそろそろ就職活動が始まるというような時期でというような感じでしたね。じゃあちょっと引き続き見てみますか。懐かしいですね。一つの最初の節目の動画来ました。 JR 東日本駅発車メロディーメドレーというの、これ今現在再生回数333万回いってますけれども、これも別の動画でも語ったんですけど、これ伸びたきっかけが当時のニコニコ動画に転載されたというのがありまして、転載といっても動画自体を他の方がなんか勝手にアップロードしたとかではなく、当時のニコニコ動画はベータサービスというもので YouTube の動画を引っ張ってきて、その YouTube の動画を流してその上にコメントを載せるっていう時期だったんですね。でその時期にこの発車メロディーメドレーの動画をどなたかが転載して、実際にそこで再生されるのは YouTube なので、そこでコメントとともにバーって伸びたのが YouTube の再生数に反映されているというような感じで、投稿日が2007年の2月2日なので、YouTube 始めてから2週間ぐらいですかね。2週間ぐらいで一つ目のフット作が出た
っていうのは運が良かった部類だと思うんですけれども、あとはこの一個一個が短い曲を次々と演奏するっていうのがちょうどニコニコ動画のコメント文化と相性が良かった。次々切り替わっていく曲に対して、この曲知ってるとか、何々駅だみたいな、なんか解説職人みたいに何々駅何番線みたいなコメントを書いてくださる方もいたりして、ニコニコと相性が良かったっていうのがでかいでしょうね。そんな感じでこの発射メロディーメドレーのピアノ動画というのが一つ思い出深くはあります。でこの動画はですね10分ちょうどなんですよね。当時先ほども言いましたけれども、動画1本あたり10分以内という制約があったので、これ10分なんですけども、この動画上げた後に気づいたのかな、実際には10分と歌っていたものの10分59秒まで大丈夫だった、確かそうだったはずです。でこの発射メロディーメドレーもなかなかに品質的にはちょっとお恥ずかしいところがあって、普通にミスりまくってるし、ミスって弾き直してるものもあったりとか、そのミスって弾き直したのも含めてちょうど10分っていう結果のもあるんですけれども、いろんな偶然が噛み合って、当時結構な方に見ていただいたというのは、これとても嬉しかったですね。で続いてパルテナの鏡とかありまして、このパルテナの鏡までかなり貧弱な当時のデジカメ品質の動画で、発射メロディーメドレーの動画が流行って、さすがにこのクオリティはないなと思って、そんな高いモデルじゃないんですけど、一応ビデオカメラをさすがに持とうというところで、なんかニューカメラテスト、この動画まだ公開してたんだみたいな発見がありますね。でも自分でも過去の動画に関してまだ公開していたか、もう非公開設定にしていたかとか正直覚えてないものかなりあるんですけど、このニューカメラテストとかいう謎動画を持って、ここからちょっと画質音質マシになってます。でこのニューカメラテストで弾いてる動画、ショパンのスケルツォ3番ですね。僕ショパン大好きなんですけど、それはさておきで、その後何上げてんだ、なんか急に2001年赤羽駅の音風景とか、これが僕が発射メロディー好きな当時なんとなく撮っていたものをなんとなく上げただけという。ただこういうなんとなく撮っていた風景って結構今見てみると、そういった日常ね貴重になってたりしますよね。だからこの赤羽駅の音風景なんて画質も悪ければカメラワークも悪ければ、当時からしてみれば全然何の価値もなかったんですけども、今見るともう今では使われてない僕の大好きな発射メロディー雲を友としてが流れている風景が映っていたりですとか、上げたことに意味がなくはないかなと今でも思ってはおります。でこの動画撮影したのはそもそも2001年ですからね。この動画を投稿した時から見ても6年前に撮った動画をなぜか上げたと。この駅の風景シリーズがいくつか続きの、ここで発射メロディーメドレー第2弾というのを言ってますね。これは鉄は熱いうちに打てと言いますか、ちょうど発射メロディーメドレーが流行った後なので、その残りのストック曲を弾くという感じで作った第2弾というものも挙げています。これは映像品質ともに第1弾よりはマシなものになっているかなと思っています。でもうその次これ来るんだ、ドラクエ4ピアノメドレー。これも結構当時ニコニコ動画、当時どっちかっていうと僕ニコニコ動画の方が力を入れていたかもしれないんですけども、その YouTube から動画を引っ張ってくるニコニコベータ時代が終わって、ニコニコ動画ガンマというものが始まって、ニコニコのサーバーにアップするというようなことも同時並行で始めていたような時期で、ここでドラクエ4ピアノメドレーパート2とかパート1とか区切ってあるのがですね、ニコニコ動画は当時から10分制限なく18分の動画とかも上げることができたので一つの動画として上げたんですけども、 YouTube はその10分制限があったので2つの動画に泣く泣く分割してあげてるというような名残が、このドラクエ4ピアノメドレー、ドラクエ8ピアノメドレーはそういういきさつになっているんですね。後に YouTube にも時間制限がなくなってから、このドラクエ4と8のピアノメドレーは1本の動画として上げ直していますね。でこのドラクエ4ピアノメドレーとかも全然練習とかせず、とりあえず撮ってみようか的に上げた覚えがありますね。なのでやっぱり結構ミスもあったりとかで、この2007年当時学生の時僕趣味でピアノサークルとかにも行っていて、多分人生で一番ピアノを弾いていた時期なんじゃないかなと思っています。続いてなんか懐かしいですね。アーケード版バーチャファイター3とか2とか、ここら辺も単なる僕の趣味を披露する場として、僕結構ね趣味でそのアーケードゲームの基盤を集めたりもしていたので、移植されたものじゃない本物っていいよねみたいな感じで適当に撮ってあげた動画ですね。なんかマリオ RPG の森のキノコにご用心とか、ゲーム音楽系のピアノ動画を引き続き上げつつ、なんか機材紹介系もありますね。コルグポリ6とかローランドのボコーダープラス VP330、ジュノ 106S ですとか、喋りなしで顔出しもなしで、本当手元だけ映して、しかも特に何をやるとか構成とかも練っていない、単に鍵盤いじったりパラメータいじったりしてるだけの動画ではあるんですけれども、ここら辺もここ最近ねファイナルファンタジーの音色を紹介する動画を上げたりしましたけれども、そういったなんか音色紹介といいますか、そういう自分の中の動画の走りだったのかなと今見ると思いますね。で引き続きやっぱねドラクエの音楽好きなものですから、ドラクエ1ピアノメドレーなんかも上げていて、あとなんか謎のファミマニューテオンの実物を鳴らしてみたとか、これも YouTube ショート的な短い動画ですね。でドラクエ2メドレーありつつ、ドラクエ2メドレー結構伸びてますね。これ久しぶりに見たな。141万回再生いってるのか。これもあれですね、10分46秒の動画になってますけども、先ほど言った多分実際には10分59秒っていうのが制限だったので、10分59秒以内に収めるという形で10分46秒なんでしょうね。このドラクエ2ピアノメドレーなんかもファミコン版準拠といいますか、なるべくファミコン版に近いようなアレンジになるよ
ように弾いていたような気がします。まだネスバンドとかも組む前ですので、ネスバンド組む前からやっぱり僕はそのファミコン音源とかファミコンの3和音ならではのアレンジっていうのが大好きで、その素晴らしさを世に伝えたいっていう思いがありましたものですから、このドラクエ2ピアノメドレーなんかは今見るとそういった思いは入っているものに慣れているんじゃないかなと思っています。いや、なんか懐かしいですね。自分の日記帳を見返しているかのような感覚になっています。大学祭で発射メロディーメドレーを弾いてみた早稲田祭2007、これはなんか動画そのものというよりこの早稲田祭で弾いたっていう思い出が懐かしいな。これなんちゅうかあれなんですよ。早稲田祭、僕大学早稲田じゃないんですけど、早稲田にあるピアノサークルに入ってたんですね。でその早稲田にあるピアノサークルとして、いろんな人が出演するイベントの中の一環で、ただ僕の出番で、このネタとして発射メロディーメドレーを弾いたっていうのを友人にビデオで撮ってもらって、それをアップしたっていうものなんですけど、この投稿が2007年の11月で、撮影も11月かな。続いて目に入ってしまったこのショパンポロネーズ第6番英雄とかいう、先ほどの早稲田祭で発射メロディー弾いてみたと全く同じ構図のっていうか同じ場所で、僕がなんかわけわかんない格好をさせられて、もう本当にこれさせられてるんですよ。この前日かなんかになんか友達と悪ふざけというか、なんか次の日に早稲田祭のね、その前夜の独特のなんかノリといいますか、なんかドンキとかに行ってなんかいろんなものを買い込んで、それを僕がなんか身にまとって弾くみたいな流れに巻き込まれて、もう今見ると恥ずかしさしかないんですよね。今思いました。この動画実はちょっと重要なポイントもあって、今僕国本武明さんという方と竹ちゃんけんちゃんとかキノコ国本武明バンドというバンド活動をしていたりして、その国本武明さんって昔ファミコンのスターソルジャー迷宮組曲とかを作曲したもうすごい方で、その方と今一緒に音楽活動とかやっているわけなんですけど、その国本さんと知り合ったばかりの頃にですね、その国本さんが僕の動画をいろいろ見てくださった中で、なんかこの動画が国本さんに響いたらしく、確かそういうふうにおっしゃってました。なんかこういう冗談もできる人なんだみたいに国本さん的に響いたらしく、それもなんか一緒に音楽やってみませんかみたいなお声掛けいただいた、本当にごくごく一部の要素にはなってたらしく、なんかこんなわけわかんない動画でも上げることにちょっとはメリットあるかもしれないんだなっていうのを学んだという動画ですね。続いてなんか引き続きね、ショパンのバラード1番なんかこんな難曲を弾けもしないくせに弾いてるという、でもそれだけショパンが好きということ自体は伝わってるんじゃないかなと。あとはディスクシステムのピアノとかザナルカンドとかなんか定番曲を弾き始めてますね。マリオを単調で弾いてみたとかも懐かしいな。そしてついに野外に出たというかライブ活動ですね。僕がそのゲーム音楽とかで外でリアルな場でライブ活動を始めたというこの3つの動画ですね。ファミコンボンバーキング、迷宮組曲、そして PC エンジン、作曲者と加トちゃんケンちゃんみたいなこの3つの動画っていうのが、先ほどもお話ししたゲーム音楽の作曲家である国本武明さんと組んだ竹ちゃんケンちゃんというユニットで行った初めてのライブですね。本当お客さんも30人程度のちっちゃい箱でやったもの、かつ僕にとって初めてのそういったライブ出演でもありました。ライブ2009、13年前ですかね。 PC エンジンで出ていた加トちゃんケンちゃんというゲームは、これも僕当時小学校2年生の当時本当にリアルタイムでやってたゲームで、もうその頃からいい音楽だなと思っていたゲームでしたので、まさかその作曲者の方とねこうやって一緒にライブをできるなんてすごく嬉しかったですね。そして今見ると2人とも若い、2人ともさすがにね10年以上経っていれば、そんな竹ちゃんケンちゃんのライブがありのヤマハ PSS270 デモ曲 Just the Way You Are っていうちっちゃいポータブルキーボードが流れるデモ曲、これ結構ね海外の方に一部コメントで響いてる方がいて、やっぱ子供の頃にこのキーボードを持っていたって人がそのデモ曲を聴いて懐かしいと思う方がいるんでしょうね。僕もそれで懐かしくてこの動画を上げて、というのも当時小学生の時に小学校の教室にこのキーボード置いてあったんですよ。なんか休み時間に誰かがいじっていては、誰かがデモボタンを押してはこのデモ曲が流れていたみたいな、そういったそのなんか小学校の教室の独特の雰囲気、懐かしい雰囲気とともにある音楽で、後に大人になってからあれはこういう機種であり、この機種が持っていたデモ曲なんだなということを知ってヤフオクで中古で手に入れた機材ですね。で僕自身が単に懐かしかったから、これも日記というか自分史として上げただけの動画なんですけども、この動画コメントほとんど英語ですもんね。海外の方になぜか響く。続いてアーケード版バーチャファイターね、これも思い出話。バーチャファイター僕すごい好きで、セガサターン版の移植には物足りず基盤を買うという感じで、バーチャファイターは1、2、3、正確に 3TV ですけど、モデル1、2、3の基盤全部持っていて、本物は素晴らしいにつながってます。そして打ち込み、これ初めてかな、打ち込み系の動画の初めてがこれなんだ。マザー1風マザー3コウモリさんツイスト。これはマザー3ね、ゲームボーイアドバンスで出たマザー3に出てくるコウモリさんツイストという曲をマザー1風にファミコン音源で打ち込んだというような動画で、確か先ほどお話しした YouTube 始める前に細々と持っていたホームページでも公開していた音源だと思います。それを改めて動画にしてあげたと。もう動画もこれ PC の画面キャプチャーとかじゃなくて、普通にビデオカメラを PC に向けて撮っているというお粗末なものですけれども、懐かしいですね。
あとはこれなんか僕の子供の頃シリーズありますね。マツケン4、5歳の頃とか7歳の頃とか、三つ子の魂100までとは言いますけども、まさにそんな感じで子供の頃から変わっていないという、悪く言えば成長していない、よく言えばブレていないという、昔からドラクエの音楽が好きで、趣味として弾いていましたよっていうような感じですね。で次、ドクターマリオピアノメドレー。これも懐かしいな。ファミコンっぽさをなるべく忠実に余計なアレンジはせず弾いたというようなところで、この動画もちょっと思い出があって、このドクターマリオとかの作曲者、マザーとかメトロイドとか他にもいろんなゲーム作曲されている田中宏和さんという僕がすごい尊敬してる方がいるんですけども、その田中宏和さんに僕はもうファンメッセージ的にすっごい熱いメールを送ったことがあって、でその後直でお会いする機会があったんですけれども、そのメールの中でですね、さらにこれよりも前に投稿していたゲームボーイのスーパーマリオランド、これも田中宏和さんの作曲なんですけども、の動画とかも実はこの動画マツケンさんだったんですねみたいに、すでに田中宏和さんにご覧いただいていたという、なんか夢のような展開になってですね、このドクターマリオメドレーに関しても作曲者の田中宏和さん自身にご覧いただいて、ちょっとお褒めの言葉もいただいたみたいな、とても嬉しいこともありました。そしてプロフェット5レビジョン2 for Yahoo オークションフィニッシュと、これ Yahoo オークションに出品した古いシンセサイザーの、多分その出品するときに動作状態こんな感じですっていう説明文に載せた YouTube 動画ですね。僕アナログシンセとかその古いヴィンテージものと言われるシンセサイザーがすごい好きで、ピンキリ含めて30台以上とか持ってる機材好きなんですけれども、プロフェット5っていう、アナログシンセサイザーの名機がありまして、当時3台ぐらい持っていて、でその3台持ってるのも作られた時期によって違うんですよ。初期型とか後期型とか出る音も違いますし、そういったものを揃えちゃったりするような人で、さすがに3台持っていて、1台ぐらい売っちゃってもいいかなみたいに、これね今思うとちょっと失敗だったなと思うんですけれども、というのもやっぱりアナログシンセって改造とかが施されたりしているようなものもあったり、あと部品の経年劣化とかいろんな要素があって個体差っていうのがあるんですよね。でこのプロフェット5レビジョン2も今ヤフオクに出して売っちゃって手元にないものを、今思うとすごい良い個体ですごい音が太かったというか、同じくこのプロフェット5レビジョン2ミディ改造されたものを持ってるんですけども、それよりも明らかに音良かったんですよね。だからちょっとこれは今思うともったいないなと思いつつ、当時持っていた思い出としてこの動画が放置されていると。これも日記でした。で続いてたけちゃんけんちゃんのセカンドライブとかもありますね。こんな動画あったんだ。聞いたことのある PC 起動など、これなんだ Windows 95とか98とかなんかそんな感じのネタ系の動画とかも上げつつ、この頃はまだネスバンドも結成する前なので、ライブ活動といえば国本さんとのたけちゃんけんちゃんしかやってなかったんですけど、それたけちゃんけんちゃんのライブは毎回上げていた形になりますね。サードライブ2010年っていうのがフルートの方と忍者ハットリくんを演奏したりですとか、これね投稿日2010年9月6日のファミコン実機による三角派演奏たけちゃんけんちゃんライブ2010というような動画がありますけれども、この動画は後にネスバンドにつながるとても重要な動画でして、当時たけちゃんけんちゃんのライブでけんちゃんソロコーナーという形で僕がソロで何かやるっていうコーナーがあって、相方の栗本さんにも当日まで何やるか、当日っていうかもう本番まで何やるかを伏せておいて何かをやるっていうコーナーがあって、その回、この2010年のサードライブかなの回でやったことがですね、初めて人前でこのファミコン実機を手引きをしたという、当時ミディネスという機材で、今ネスバンドで使っている機材はファミミミッティっていうものなんですけど、それよりも前の初期のネスバンドでも使っていたミディネスという機材を使って、まだネスバンドも組んでいない一人だけですので、三角波と呼ばれる3チャンネルパートを手で弾くというパフォーマンスを行ったんですね。でこのパフォーマンスがですね、やっぱり響く方には響いて、これがねネット記事に取り上げられたんですね。この動画上げたのは2010年の9月ですぐではなく、この動画上げた5ヶ月後ぐらい、確か2011年の2月ぐらいだったと思うんですけども、この動画ネット記事に上げられて、割とファミコンの実機の音を手で弾くというパフォーマンスが結構いろんな方にご覧いただいた時期があって、その時にこれを一人ではなく一人一音で4人でやれば完全人力でファミコンの原曲に近い演奏ができるんじゃないかと思って、4人体制のネスバンドというものを思いついてメンバー募集をしたと。確かこの動画の説明文にも書いた覚えがあるんですけども、こういうコンセプトの動画を考えています、興味のある方はご連絡ください的に動画の概要欄に書いて、動画の概要欄だけじゃなく他のところにも書いたかもしれないですけど、まさにこの動画をきっかけに応募してというような、本当にネスバンドのきっかけとなった動画となっております。懐かしいですね。これももう11年以上前なんですね。で引き続いて懐かしいな、このスカイキッド、ドルアガー、ソルモンの鍵、忍者龍剣伝、マイティボンジャック、マッピーとか、急にレトロゲーム音楽系の初期の頃の動画には手元を映したピアノ動画が復活してますけれども、これがですね、ゲームセンター CX っていうね、有野課長の番組ありますよね。あれのスタッフが手掛けたザ・ゲームメーカーっていう DVD 商品が当時ありまして、スタッフから連絡いただいてオファーいただいて、その DVD の中の1コーナーで有野課長がとあるバーにやってきて、そこにいる僕がピアノでレトロゲーム音楽を弾いて、有野課長がリアクションを示すみたいなっていうコーナーが実はザ・ゲームメーカーっていう DVD に収録されているんですけれども、せっかく練習して収録もしたものなんで自分でもビデオに残しておこうというような感じで撮影したのがこれらですね。
なのでなんか中途半端にソロモンの鍵とかも最後まで弾いてない、なんか途中でゲームオーバーの曲なんか弾いちゃってますけれども、これも尺の問題で実際にそのザ・ゲームメーカーっていう1コーナーの中で弾いた尺に合わせて短めになっているというのは実はそういう背景がありました。で、これ2010年11月21日にアップしているドラクエ6中ボス曲魔物出現、これすごい好きな曲。この動画あれかな、僕が今まで自分で上げた純粋なピアノ演奏動画の中で一番よく撮れたんじゃないかなと自分で自分のピアノ演奏動画評価した中では思っていますね。なのでこれドラクエ6中ボス曲魔物出現のピアノ演奏動画なんかはちょっとだけおすすめをしてみたりします。続いてまだ10年以上前の話してるコルグ M01 で王宮のオーボエを打ち込んでみた。この任天堂 DS 用に当時出ていた M01、 コルグには M1 っていうシンセサイザーがあるんですけど、それを模したソフトですね。で、打ち込みもできるというものを使ってドラクエ9の曲をちょっと打ち込んでみたというような感じで、これ見よがしにこの動画スタートのとこなんか杉山浩一さんのサインを、これ本当にご本人のサインで、京都のレコードショップで杉山浩一さんのサイン会というものがあってですね、かなり珍しいと思います。杉山浩一さんがサイン会を行うのは。これは珍しいから行くしかないと、京都までこれだけのために行ってそれだけを済ましてとんぼ返りしてきたという時にいただいたサインですね。まあこれもちょっと思い出ですね。続いてなんか迷宮組曲移動アナログモノシンセで演奏、これもアナログシンセサイザーのモノシンセの中で有名どころのアープオデッセイミニモーグプロワンというものを使って迷宮組曲の移動、作曲者は竹ちゃん賢者の相方である国本さんですけれども、ファミコン版準拠で一人多重録音で弾いたものですね。これもネスバンド組む前で、やっぱ原曲こそ素晴らしい、特に2チャンネルパートがみたいな、この曲ね、後半の2チャンネルパートこそが肝だと僕個人的に思ってるんですけども、そういったものが素晴らしいんだよっていうのを世に伝えたくて一人多重録音した動画ですね。そして竹ちゃんけんちゃんライブ動画続きますね。フォースライブ2011ゲームミュージックジェードという、その後もジェード2とかジェード3みたいにゲーム音楽系のライブイベントとして回を重ねるイベントの第1回目ジェード1ですね。浅草橋文化寺、もう今では閉じてしまったライブハウス、2011年3月26日に行われたライブ。このライブは結構個人的にこれまで数々行ってきたライブの中でも思い出が結構ありまして、今見返してみるとすごい懐かしいなと思うところではあります。この時もね、この前回のケンちゃんソロコーナーでは一人で三角歌を弾いたソロコーナーがボコーダーによるファミコン曲メドレーみたいな、なんかファミコンの曲で歌詞があるようなものをボコーダーっていうね、鍵盤を押さえるとその音程で喋り声が乗るっていう楽器があるんですけど、ボコーダーに目をつけてそれを題材に行ったソロコーナーっていうのがあります。続いてドラクエ9ラストダンジョンの曲とかドラクエ2から6の当ピアノメドレー、懐かしいですね。でここで寺本さんの動画があるんですね。この例えばドラクエ5愛の旋律東京首席フルート奏者寺本義明さんとの演奏っていう動画がありますけども、寺本さんっていうのは東京都交響楽団のフルートの奏者の方、すなわち回によっては杉山浩一さん自身の指揮によってドラゴンクエストの曲を、フルートで演奏されていたような方とある縁で、つながりがありましてと言いますか、つながりと言いますか、これドラクエ座談会っていうネット上で行われた配信企画で、いろんな各所ドラクエ好きの方をつないでドラクエについて語るみたいな座談会に僕出たことがあって、その座談会の合間にちょっとした演奏をやるというような企画で、僕がね一人でピアノでソロで弾くこともあれば、僕を伴奏に寺本さんのフルートによる曲をお届けするみたいなこともありまして、座談会自体は終わった後に撮った動画ですね。イベントが終わった後の一発撮りの動画です。これも本当思い出になりますね。この座談会なんですけども、寺本さんつながりでなんと杉山浩一さんご夫妻にもこのイベントのことが伝わっていて、杉山浩一さんご夫妻が後追いにはなるんですけども、その座談会見てくださったらしいんですね。すなわち僕の演奏も後日の後追いでご覧いただいて、これの直後ぐらいだったかな、なんかドラクエコンサートで僕が行って、当時杉山浩一さんコンサート終わった後に握手会が行われていたのことがあって、その握手会の時に実は先月寺本さんと一緒に演奏した松健と申しますみたいに杉山さんに言ったら、おう松健よかったよみたいな演奏についてコメントをいただいたことがあって、もうこれは本当に忘れられない思い出ですね。この動画ではないんですけども、そのドラクエ座談会というイベントで弾いたバージョンの演奏はなんと杉山浩一さんご自身にもご覧いただいたという、その日に撮った動画でありました。続いて竹ちゃんけんちゃん級続くな。これ2011年8月21日のライブは、これ記念すべきネスバンドのファーストライブの日です。この日は僕は竹ちゃんけんちゃんとしても出たし、ネスバンドのファーストライブとしてネスバンドのリーダーとしても出たという、ちょうど10年ちょい前になりますけれども、これ高田馬場にある小さなライブハウスでした。なので竹ちゃんけんちゃんの動画もありつつ、ネスバンドのファーストライブの動画もありますね。ドラクエ3、マリオ1、初期ファミコン曲メドレー、ファイナルファンタジー3、時系列的にはこのファイナルファンタジー3メドレーが初公開ネスバンド
ドの演奏になりますね。このプレリュードから始まり、2曲目のこのクリスタルのある洞窟が始まった時に結構観客からどよめきが上がっているのがなんかリアルですよね。実機を用いて人間が4人で1人1音で演奏するっていうパフォーマンスを行ったのはおそらく世界初だったと思うので、なんかそういった観客の方々の反応とかも記録されていて、記録映像としてこれ今見ると感慨深いものがあったりしますね。で、またこの頃たけちゃんけんちゃんのライブめちゃめちゃやってるな。これは JADE2 ですねのライブ映像があったり、その次の JADE3、JADE2 と JADE3 は確か2ヶ月ぐらいしか間が空いてないのかな。JADE3 ではネスバンドとして出たので、ネスバンドのセカンドライブとしてドラクエ2メドレーとか、上げてますね。このネスバンドセカンドライブの空手家メドレーとか今見ても楽しめるというか、オリジナルを再現するという意味ではそれなりに構成も練って作ったパフォーマンスとなっていますね。この JADE3 はバイオリンを弾かれる鉄平先生という方も出演者にいらっしゃって、そのコラボで弾いたような演奏もあります。結構自分の中でもこの動画思い出深いとか、ちょっとこの動画いまいちだなとか、もちろんいろんなものあるんですけども、気に入ってる動画としてはこのチゴイネルワイゼンプラスライディーンをバイオリンとピアノでっていうの、これ結構僕好きで、鉄平先生バイオリン弾きの鉄平先生って僕一方的に知ってたんですよ。このライブが2011年ですけれども、多分このライブの10年ぐらい前、本当に2001年とかそれぐらい昔からこの鉄平先生って結構ご自身のホームページで演奏の音源とか、あとなんかネタ的な面白いミディファイルとかも公開されていて、当時ってやっぱ珍しくて、そういう方がすごい面白いことされる方がいるんだなと思っていたような方と共演できたっていう形のもので、このチゴイネルワイゼンプラスライデン、当時鉄平先生が2001年頃に公開していたミディファイル、僕がすごい好きだったミディファイルと全く同じことしてみませんかっていうのを鉄平先生にお願いして一緒に弾いたものなんですけども、これ結構好きです。あとはなんかこの頃から急に打ち込み系動画がなんか自分の中のマイブームだったので、ディスクライター打ち込みコピーとか、この謎の鍵盤キャプチャーの動画っていうのは他にもありますけども、割と近年ねこういった打ち込み方法を解説するとかいう動画を上げましたけども、その方法で打ち込んだものになっていて、この2011年末頃にいきなりたくさん上げてるこの打ち込み系動画は、この2011年当時に打ち込んだものじゃなくて、それももっと前、僕が昔持っていたホームページで公開していたの音源ですね、正確には。なので2004、5年ぐらいに作ったものを改めて引っ張り出してきて動画にして YouTube に上げたっていうだけのものです。で、これも上げてんだ。丸の内線で自作曲が発車メロディーとして採用されましたね。東京メトロの西新宿駅の2番線でね、僕が作った発車メロディーが流れていて、ただ残念ながら丸の内線って時間帯によっては全駅共通メロディー的なものが車両から流れて、時間帯によっては僕の曲流れてないんですけども、僕の曲が流れ始めた時期に記念として撮りに行った動画を上げたりしています。これは後に広尾駅でも僕の曲が使われた時に後に動画作って上げ直しています。で、またピアノ動画があってね、この半熟ヒーロー、完熟大魔王とか完熟式を、このスーファイ版の半熟ヒーローは作曲者が杉山浩一さんで、本当にこれいい曲ばかりなのでめちゃめちゃおすすめです。その半熟ヒーローの中からいくつか演奏してますね。あとはこれも名古屋のライブを改めて上げたのかな、なんかザナル感動にてとかドラクエ4メドレーをなんか人前で演奏してる動画もありの、発車メロディーの調を変えてみたみたいな、懐かしいな。かつて作った10分ぐらいの発車メロディーの全ての曲の調を変えてみたバージョンみたいなの弾いてみたりとか、あとはなんでドラクエ7なのかはわからんが、ドラクエ7系のここら辺からピアノもなんか真上カメラとかも試したりしてますね。懐かしいな。激おこぷんぷん丸ボス戦 BGM オリジナル、これが2013年の4月に投稿した動画で、これ2013年の4月頃になんかネット上で激おこぷんぷん丸っていうのがすごい流行った時期があって、なんかあたかもそういったゲームがかつて存在したかのようにドット絵で作るような方もいたりとかで、そのブームに便乗して僕も曲作りから打ち込みから全部含めて2時間ぐらいで作ったような、激おこぷんぷん丸ボス戦 BGM と、これも懐かしいですね。23年前の自分とドラクエ大空を飛ぶを合奏してみた。これは子供の頃から何も成長していないドラクエを好きで弾いてきたという自分を重ねてみて、昔のその本ビデオの中にちょうど大空を飛ぶっていうこの伴奏部分だけを小学校3年だと思うんですけども弾いてる僕があったので、ちょっとそれに音を重ねてみてはいかがだろうという感じで、1990年の自分と2013年の自分が23年の時を経て合奏しているみたいな感じで、撮った動画ですね。あとはまたライブ系もあって、ゲームボーイ実機を使った有名曲3チャンネルパートメドレー2013、とあるライブのソロコーナーでかつてねファミコン実機を用いた3チャンネルメドレーというのをやりましたけども、それの第2弾的に今度このゲームボーイ実機を手引きで操ることができるというツールを手に入れることができて、それを試しに使って行ったというパフォーマンスですね。後にこの後 GB バンドっていうゲームボーイも実機で演奏することができるバンドを組むことになるんですけども、それに先立って一人でやったというようなものになりますね。この頃は結構遠征もあって、たけちゃんけんちゃんライブ名古屋とか、あと北九州ですね、たけちゃんけんちゃんライブ北九州2013、12月7日っていうのがあります。これはちょっと遠征的に相方の栗本さんと、特にその北九州とかまだ九州にそんなにお知り合いもいるような状況ではなかった中でちょっと乗り込んでみるみたいな感じ
、これが後にですね、九州福岡でレトロゲという団体が発足されまして、かなりお世話になってる、僕もそのレトロゲというイベントに後にたくさん出演させてもいただいたし、たくさんお世話になってる方もいらっしゃるんですけども、そのレトロゲとか立ち上げた方々も実はこの北九州のライブを見に来てくださっていて、結構この時の北九州ライブっていうのがきっかけにその後の話が進んだみたいなところがありまして、そういう意味で結構記念的なライブにはなっています。これも記録映像ですねとしては懐かしいなと思います。あとはクオリティはさておき、この1980、1994年の年間シングル第1位の曲をボコーダーで歌ってみた。これ単純に夏メロメドレーとしてお楽しみいただけるんじゃないかなと思うんですけれども、これもとあるライブの回で90年代だか80年代だか題材にした出し物をするときに、80年代と90年代前半までの各年の一番シングルで売れた曲をボコーダーで演奏してみたというような動画ですね。これはクオリティは置いておいて、それぞれ1981年はルビーの指輪が流行ったんだとか、1988年パラダイス銀河懐かしいなみたいに昔のヒット曲を懐かしむみたいにご覧いただけるというかなと。あとは TOKIO のフルート奏者の寺本さんと計2回一緒に共演させていただいたことがあって、その2回目ドラクエ7の魔法の絨毯寺本さんとっていう動画がありますけれども、ドラクエ7の魔法の絨毯ってまさにフルートが映える曲で、この時もドラクエ座談会の第2回が終わった後の映像で最後の時間を使って撮影させていただいたものです。で竹ちゃんケンちゃんの音楽講座とか、これも懐かしいな。竹ちゃんケンちゃんの相方である国本さんが手掛けられた忍者ハットリくんというゲームの曲について解説をするというような、実際にライブイベントの場で行ったものを収録したものを動画としても公開したというようなものもあったり、あと時折挟む最強戦205系走行音川越から新木場までとか謎の走行音動画とかもあったりしますけど、もうこれ完全に自分の睡眠用 BGM としてあげたんじゃねえかぐらいな、結構これ聞きながら寝ると快眠できたりとか、これ最強戦のかつて走っていた205系っていう車両が引退するっていうような時期に記念に録音していたようなものですね。そんな動画もあったり、ファミコン音源で電車男が慌ててる時の曲を打ち込んでみた。2005年かな、ドラマで電車男ってありましたよね。あれ結構好きで見てたんですけども、そのドラマ版電車男の劇中に流れる BGM、もともとあれ結構聞き挟んでゲーム音楽っぽいところなんですけども、それをファミコン音源で打ち込んでみたというものですね。ここでオリジナル曲ね、コネクトというね、今でもネスバンドのライブでほぼ演奏してるかな。ネスバンドとしてもオリジナル曲も持ってみてはどうだろうみたいな感じで作った曲、コネクトという曲、これは打ち込みバージョンですね。これもファミコン音源の制約の中で実際に打ち込んだものをファミコンの実機を使って録音したものになっておりますので、よろしければ聴いてみてください。で、このファミコンの単周期ノイズを初期型と中後期型とで比較してみた。これファミコンのね、作られた時期によって単周期ノイズ、いわゆるキンキンノイズと言われるものの鳴り方が違うというようなところで、ロックマン2とかの曲を題材に、初期型と中後期型とでこんな感じで違うんですよみたいな比較動画。これいつだ ?2015 年ですね。で、それに続いて結構紹介系も出てきましたね。このディスクシステムの音楽ソフトドレミッコ機能紹介。ドレミッコっていうディスクシステムのソフトで、鍵盤が付属品としてついていて、鍵盤をファミコンにつないで、演奏もできるし、いろんなことができる音楽ソフトがあるんですけども、あんまりこのドレミッコを紹介しているような動画当時なかったので紹介してみたような動画ですね。あとはファミコン3台で YMO のビハインドザマスクを演奏してみた超会議2015っていうのがありますね。これはニコニコ超会議というリアルイベントで演奏してみたブースだったかなに僕が出演させていただいた時に行ったパフォーマンスで、ファミコンを3台使って1台はネスバンドみたいに鍵盤につないで手弾きをして、1台はあらかじめ自分で打ち込んだオケをファミコン実機で流して、で最後の1台がマイクを使ってそのマイクをボコーダーにつないでボコーダーを演奏すると、無理やり感があるもののファミコン3台で、僕 YMO 大好きなんで YMO の曲を演奏するというようなパフォーマンス動画ですね。この動画は公式からいただいた動画で投稿することにも OK をいただいたような動画になっておりますので、結構映像としてもちゃんとした複数カメラで撮られていた動画となっていますね。あとは打ち込み系ね、マザー1風マザー2エンディング曲、マザー2の曲をマザー1風にそんな感じで打ち込んだものです。これはマザーの1も2も知ってる方にはちょっとニヤリとする要素があれば嬉しいなと思います。あとは自分の中でもマイブームっていうのがあるんでしょうね。急にコード進行に関する手弾き動画が自分の中で流行ったんでしょうね。ドラクエ1戦闘曲コード進行とか YMO トンプとかパフィー得する体とか、特にドラクエ1の戦闘曲とかね、僕コードの中でもメジャーセブンスとかフラットナインスとか結構大好物なんですけども、ドラクエ1の戦闘曲なんかフラットナインスというコードがとても活かされた曲なんじゃないかなっていうのが視覚的にもご覧いただけるんじゃないかなと思います。このドラクエ4戦闘曲のコード進行もね、変拍子もすごいし、特にこのコード進行でいうところの E フラット7ナインスになるところなんですけども、僕が知っている杉山浩さんの楽曲の中で一番好きなフレーズがこのドラクエ4通常戦闘曲のこの箇所なんですけれども、特にこの E フラット7ナインスですね、個人的に思っている好きな箇所だったりしますね。あとこのね、浜田雅俊春はまだかパフィー得する体みたいな、結構僕奥田民生さんの曲好きで、特に奥田民生さんの作る曲のコード進行結構好きで、パフィーの得する体とかすごい好きなんですよ。奥田民生さん感がめちゃめちゃ詰め込まれているというか、本当にいい曲ですこれは。
でこのコード進行シリーズの中にね、ギャラクティックファンク、カシオペア、向谷実氏ソロ部分コード進行っていう動画があるんです。かつてそのカシオペアのライブで披露した曲の向谷さんのソロ部分になかなかコード進行が気持ちいいっていう箇所がありまして、そこをちょっと弾いてみたので、あと急になぜかある乙女パスタに感動コード進行、急にハロプロっていうね、僕あんまり動画には反映してないんですけど、2000年代前半にハロープロジェクトにめちゃめちゃハマっていた時期があって、今聴いてもやっぱ曲すごい良くてつんくさんすごいなと思うんですけども、その中でもこの乙女パスタに感動の最後ら辺のコード進行とかも素晴らしいなと思っていたこともあり、それをコード進行動画として急にぶち込んでますね。結構ハロプロ楽曲は好きな曲もあって語りたいな感はあるので、いつか何かの動画にするかもしれません。あとはこれね、ファミマにロックマンが入店してきた時の音楽、これ打ち込み系動画の中ではちょっと手前味噌ですけれども、自分の中では一番よくできたものなんじゃないかなとか思ってますけれども、このファミマの入店音って結構ネタにされますよね。最近ネット記事とかで作曲者の方も出てきて、正式に曲名をつけるみたいなネット記事とかもあったり、いろんな方がこのファミマ入店音をアレンジしたものとか、そういったネット文化がある中で、なんでロックマンと結びつけたのかは覚えていないものの、ロックマン2の音楽もすごい好きなので、ファミマの入店音って別にファミマの入店音じゃなくてパナソニックの汎用チャイムの音なんですけども、それを混ぜこぜにしたというような打ち込み動画で、これは結構原曲をリスペクトした上で、原曲の雰囲気を活かしながら打ち込めたんじゃないかなと思います。これも個人的におすすめ動画ですね。あとはピアノ演奏系のドラクエの大空を飛ぶを弾いてみたとか、スーパーマリオカートのレインボーロードを弾いてみたとか、ピアノ演奏系の動画もたびたび挟みつつ、ドラクエ6迷いの塔の変拍子、なかなかこの曲変拍子が面白いことになっているので、それを視覚化してみたらこんな感じですよっていう感じの動画ですね。あとはこのドラクエモンスターズ、モンスターの戦いをファミコン音源で打ち込んでみた。これもともとはゲームボーイの曲なんですけども、ファミコン音源で自分でゼロから打ち込んでみたって思います。何よりも僕この曲すごい好きで、モンスターの戦い、これもすごく杉山浩一さんっぽさが盛り込まれている、かつとても良い曲だなと。杉山浩一さんが手掛けられた3音の音楽の中では、トップ5には個人的に入る名曲だと思っています、この曲は。で、ここら辺でこのシリーズ来ましたね。後にゲーム実況音源楽団と名付けて、スーパーネスバンドとか、ファミコン以外の PC エンジンとかスーパーファミコンの実機を手弾きで演奏するようなバンドを組むんですけども、そういった企画を始めるぞっていう告知動画ですね。例えばこの最後に演奏あり、スーパーファミコン実機音源を演奏してみたっていう動画、スーパーファミコン実機を MIDI 接続して鳴らすというツールを作ったすごい方がいて、スーパーネスバンドのメンバーなんですけども、そのツールを使ってスーパーネスバンドっていうものを興味ある方はご応募くださいみたいにメンバー募集をかけるための動画ですね。僕自身が手弾きで、いろんな音色を紹介したりとかで、最後に一人多重録音で実際の楽曲を演奏してみて、こういったことを実際に人力で複数人でやってみませんかみたいな感じの動画ですね。あとはやっぱね、僕音源好きなんだね、本当にね。ナムコ音源でファミコンのスターソルジャーを弾いてみたとかも、これもiPad で出しているコルグのアプリで、昔のナムコのアーケードゲームっぽい音源を扱うことができるソフトというのがあって、ナムコのアーケードサウンドっていうのもすごい特徴的なものがありまして、それを使ってちょっとお遊びで、ナムコではないんだけれども、僕の好きなこのスターソルジャーのパワーアップの曲を弾いてみたと、一人多重録音の動画ですね。で、僕音源好きなんだなって思い出して、先ほど取り上げなかったのはどこの動画だろう。時系列戻りますが、2008年12月11日投稿の発射メロディーを本物の音源で弾いてみた。これ結構伸びまして225万回再生いってますけれども、もちろん本物の発射メロディーはこの DX7 だけじゃなく他の音源も重ねてサウンドが成り立ってるんですけども、その要となっている部分の DX7 の音色を使って発射メロディーの有名曲を弾いてみたっていう、これも結構いろんな方にご覧いただけて嬉しいなと思うんですけども、これもね、僕のそのネスバンドですとか音源が好きっていう僕の部分がよく現れた動画になっているんじゃないかなと思います。でちょっとすいません、昔に戻っちゃいましたが、また戻ってで、ピアノ演奏系もありつつ、マリオペイントの BGM2 もこれもいい曲ですよね。先ほど紹介した本当に一番最初に上げた動画がマリオペイントの BGM1 なので、結構マリオペイントはそういう意味でも実際当時も結構ね、マリオペイントやりました。あれでマウスというものも覚えたし、そのアンドゥとか1個前に戻るとかいう操作とか、結構僕の世代ってあれで初めてマウスに触れた方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、そのマリオペイントの BGM2 これも結構いい曲ですよね。あといい曲ですよねシリーズでドラクエ6空飛ぶベッドを弾いてみた。これも自己評価として自分のピアノ演奏動画過去の中では頑張って弾けた系の動画で、曲音がね本当にとにかく素晴らしいっていうのが第一で、一応おすすめ動画として挙げておきます。あとはこれもたけちゃんけんちゃんライブのソロコーナー2017年スーパーファミコン実機音源を使った演奏ライブ実演。これもね、これまでファミコン実機、ゲームボーイ実機をまずは一人でパフォーマンスして、その後実際に複数人で GB バンド、ネスバンドとして披露するっていう流れを組みつつ、スーパーネスバンドを披露する前に一人でもスーパーファミコン実機を用いてパフォーマンスを行ったっていうような動画も
もありつつ、あとは FF3 のエンディング曲を FF4、5、6の音色で奏でてみた。これはね、最近スーパーファミコンのファイナルファンタジーそっくり音色を紹介する動画がありましたけども、ちょっとそれにも通じる、やっぱ FF4、5、6の音って個性があるよねっていうのを3のエンディング曲でその個性を並べてみたというような動画ですね。で、また解説系の動画ね、ドラクエで学ぶファミコン音色の時間変化。タイトルが大げさですけれども、ファミコンのね、打ち込みテクニックとして、アタック部分だけ音を変えるっていうテクニックで、いろんな曲とか効果音がこんな感じでできてるんですよ、みたいなものを紹介するような動画ですね。あとはそのネスバンド系のライブ動画の中でも、ドクターマリオほぼ全曲メドレー。演奏面に関してはね、特に僕自身にかなり反省点はあるんですけれども、特にこのメドレーは、これ UFO の効果音の部分とか結構メンバー間で試行錯誤して再現しようと試みて、頑張れたんじゃないかなとか思っています。あとは解説系ですよね。ファミコン版ドラクエのみ音が異なる楽曲箇所の検証みたいな。これね、ずっと僕も思っていて、例えばこの1曲目の冒険の旅の該当箇所とかも、ファミコン版だけこのベースで、他のオケ版とかリメイク版は全部違ったりしていて、本当の人は何なのかみたいな、常々音楽聴きながら思っていたような点をちょっとまとめてみたっていうような感じですね。さて続いて、これもなんか自己リメイクといいますか、マザー3のコウモリさんツイストをマザー1風にしてみたっていう動画がずいぶん前に上げたのを、実際に画面に当て込んでみたらどうだろうみたいに作った、これマザー3の曲をファミコンアレンジしてマザー1に当ててみたっていうところですね。あとは打ち込み系ではね、このヘクター87未使用曲をファミコン実況音源で打ち込んでみた。これがですね、ヘクター87っていうファミコンのゲームがあって、音楽めちゃめちゃいいんですけども、その音楽の作曲者も竹ちゃんけんちゃんの相方である国本武康さんなんですけれども、その国本武康さんがですね、ご自身で CD を出されておりまして、その CD っていうのが当時作曲した時の環境の音源を収録したものなので、製品版のファミコンの音源ではなくて、当時国本さんが作曲された時の音源を収録した CD というものの中には、実際には採用されなかった未収録曲もいくつか含まれておりまして、その中にこのヘクター87用に作られた未使用曲っていうのがあって、結構それ個人的にすごい好きで、この未使用曲がもしファミコンの実機に鳴らしたらどんな感じだろうっていう、製品版のヘクター87のヒストリー1っていう曲の音色とかその音の音量のエンベロープとかの雰囲気を組んだ中で打ち込んでみたっていうのがですね、とか言いながらだんだん最近に近づいてきましたね。オリジナル曲ね、エメラルドボーイってね、これはね、竹ちゃんけんちゃんご機嫌 WCD、それも動画に上げてたような気がしますけれども、国本さんと組んでる竹ちゃんけんちゃんというユニットで出してる CD がありまして、動画もあるか。この竹ちゃんけんちゃんご機嫌 WCD 全曲デモっていう動画、ダイジェスト的に収録曲入れてるので、もし興味があれば Amazon などでご注文いただけると嬉しいんですけれども、で、このエメラルドボーイはこの CD 用に作ったオリジナル曲で、一番の特徴は PC エンジンの実機音源を用いているというところですね。これまでファミコンとかゲームボーイの実機音源を使っていろいろやってきた中で、PC エンジン実機も手弾きとかシーケンサーで鳴らすようなツールができまして、 PC エンジンの音もなかなか特徴的な良い音がしますので、国本さんも PC エンジンで加トちゃんけんちゃんというゲームで多数の名曲を生み出された、その音源を使って僕もなんか一曲作ってみようって感じで作った曲で、このエメラルドボーイっていうのは僕自身なんですよね。 PC エンジンの加トちゃんけんちゃんはちょうど僕自身が小学校 2,3 年の頃に遊んで音楽いいなと思っていた、その当時の僕のことを言っていて、その当時の心、その純粋にゲームを楽しんでいた、純粋にいい音楽だなと思っていたような、その初心といいますか、そこら辺をなんか考えながら作った曲で、エメラルドっていうのはクーピーペンシルってあるじゃないですか、何色セットとかで。当時その小学校 2,3 年の頃に学校でクーピーペンシルのその何色セットの中でエメラルドグリーンっていうのがなぜかすごい好きで、そのエメラルドグリーンが好きだった少年っていうところでエメラルドボーイになってて、PC エンジンの実況を用いた曲、これもちょっと手前味噌で恐縮ですけれども、頑張って作った曲なので聴いていただけると嬉しいです。最近の僕の喋る系の動画でバックで流している BGM もこの曲です。で、これももう3年前になるんだ。杉山浩一氏楽曲っぽい要素集、ドラクエ楽曲あるある。どっちかっていうとこれ Twitter 上でバズりましたね。10万いいねぐらいいったんじゃないかな。っていうのもこの動画ね、YouTube 上ではちょっと後ろの空白含めて2分30秒の動画になってますけども、Twitter の動画の上限2分20秒用に作った動画で、なのでこれも YouTube に上げるよりも前に Twitter で上げて YouTube にも上げたというような動画ですね。これはね、僕自身すごい7歳の頃からドラクエを弾いているような動画ありましたけれども、本当に杉山浩一さんの楽曲が大好きで、ずっとこれまでよく聴いてきて、杉山浩一さんの数ある楽曲を僕なんかが語るなんていうのはおこがましい話で、そんな偉そうに語るような資格はないんですけれども、すごく好きで聴いてきたんだよっていうのは真実としてあるかなっていうところで、僕なりにこの曲のこの歌詞杉山さんっぽいなみたいな思った時に、それはなんでなんだろうみたいなのを考えて、その要素を噛み砕いて要素としてまとめた。なのでこれは杉山さんっぽい曲を作ってみたじゃなくて、あくまで要素を集めただけなので、こういう特徴があるかもねみたいなものをまとめたものです。個人的に結構好きなのが、伴奏に対して半音下のコードでメロディーを重ねるとか、増4度同士コードの繰り返しで上下するみたいな、こんなものも作ってみたり、そしてあれですね、ゲーム実況音源楽団と名付けて、ファミコン、ゲームボーイ、PC エンジン、スーパーファミコン、それぞれの実況を鳴らす、ネスバンドとかスーパーネスバンドとか、ゲーム実況音源楽団第1回コンサートというものを2019年に行ったものの、いろんな動画を上げて、スーパーマリオワールドメドレーをスーファミ実況音源で合奏してみた。これ652万回再生か。スーパー
ネスバンドの初披露の曲でもありましたけれども、あとはファミコンのドラクエ3メドレーとかね、これも幾度と演奏はしているものの、それなりに動画としてもまとめられたんじゃないかなっていうようなものもあったり、他見どころとしてはゼルダの伝説メドレーでついにディスクシステム音源が出せるようになったこととか、 PC エンジンの実機でね、僕の大好きなこの加トちゃんケンちゃんメドレーができたっていうのも、これは僕自身が嬉しかったことですけれども、この原曲の素晴らしさをなんとか形にできたっていうところです。あとはちょっとネタ系でファミコンソフト売上5位の意外なタイトルを演奏再現ネスバンドライブで、これも興味あれば見てみてください。あとは普通のピアノ演奏系でも連弾の動画とかもいろいろありますね。ドラゴンクエスト5戦火を交えてピアノ連弾、スーファミ版イメージ、これなんかは割とやっぱスーパーファミコン版ならではの要素っていうのがあるもので、ピアノ演奏系もありつつ、あとはこのドラクエ3戦闘曲プロト版と製品版を比較、これはこの年かな、ドラクエ123の割と本格的なピアノの楽譜がようやく市販されたっていうところで、その楽譜におまけのような感じで杉山さんの直筆譜でドラクエ3の戦闘曲が書かれておりまして、それ見るになんか製品版と違ったんですよね。なんか面白いなみたいな感じで、なんならちょっと打ち込んでみたらどんな感じで聞こえるだろうって感じで打ち込んでみたものです。そしてこれも伸びましたね。この品川駅ピアノで山手線の発車メロディーを弾いたら周囲がニヤニヤした、これ結構470万再生ぐらいいってますけども、よくあるストリートピアノってところで、ちょうど品川駅っていう山手線の駅にあったので、駅で弾く曲として駅メロはふさわしいんじゃないかみたいな感じで、山手線一周分の曲、マニアックなこと言えば始発ホームとかは弾いてないんですけども、一通り弾いたというような動画、これ結構聴いてる方のリアクションもね結構コメントに書かれていて、そういうのを含めて動画の面白さっていうのが出来上がっていくんだなとか思ったりもしています。あとはこれがそうなるのか、僕自身がこういう風に出て喋ったりするような動画、 YouTube2007 年からやっていながらそういう動画って全然上げてこなかったんですね。それを初めてそういった動画もやってみようっていうのがこの2019年11月4日投稿のファミコンの音声出力比較をしてみたら意外な機器の音質が良かったっていうタイトル。ファミコンから音を取り出す方法っていろいろあって、周辺機器とかもいろいろあって、それぞれの方法でどんな音の聞こえ方がするのかっていうのを、これも結構自分自身のためっていうのはあるかもしれない。結構僕の動画って僕自身が見たくなるようなものっていうのが結構コンセプトにあったりするので、この動画も結構そういう要素は多分に含まれております。これもねほんの2年ちょい前とはいえ、今見るとかなり拙いというか、喋りとかもなんか不自然な感じがありますし、収録面もカメラとかそのマイクとか、あと照明とかもまだお試し感がありますよね。なので喋りの部分はさておき、ファミコンのいろんな周辺機器とかでどんな音の鳴り方がするのかっていうのをもし興味あれば、この動画の後半だけでも見ていただけると嬉しいです。でね、この頃から僕自身が出るような動画も出てきて、相鉄 JR 直通横国出身者が開業日の羽沢横浜国大駅と大学周辺を巡るとかいう、もうこれ今見るとなんかコンセプトも何もない、ただの旅動画を上げただけでちょっと申し訳ない感じはあるんですけども、全然まとまりもなくてね、大学時代毎日通っていたような場所に新しく駅ができたっていうところで、ちょっとこんな動画も試しに作ってみたり、あと10万人突破したのが2020年の1月19日、すなわち初めて動画を上げてから13年の日か、10万人達成の銀の盾を開封する動画を上げたりもしましたね。あとは外のロケ系として自作発車メロディーが流れる駅に行ってきたっていうもので、丸ノ内線の西新宿駅に次いで日比谷線の広尾駅の2番線で僕の曲が使われているというのを聞きに行ったような動画ですね。あとはそれに近いような形で新しい駅として高輪ゲートウェイ駅が開業した日にそのゲートウェイ駅で使われ始めたメロディーを弾いてみたような動画もあったりで、僕の説明系の動画もここら辺では増えてきて、4歳の頃に音楽好きになった初楽器を紹介ですとかね、僕今でこそ趣味で音楽やってますけれども、その一番の最初のきっかけとなったのはこの機種なんじゃないかなみたいなものを紹介したりしています。僕なんていうかこういう説明が好きなんでしょうね。なのでこういう説明系の動画は僕自身も楽しみながらやっているところがあります。でだんだん最近に近づいてきて、ドラクエ3ファミコン音源メドレーの演奏解説かな、これはねネスバンドの動画としてすでに上げているものの、こういう観点で楽曲を紐解いて一つのチャンネルだけの音を聞いてみるっていうのも面白いものですよっていうものを伝えたい感っていうのもありまして、このネスバンドの活動の趣旨の一つとしてね、それを視覚化したものだったりします。でこのリアルなファミコン音源による打ち込み方法第1回、この動画はもう数千再生いけば御の字というか、先ほども言ったように説明が好きっていうところがあるので、ちょっとこれまで僕打ち込み系の動画いろいろ上げてきましたけども、そういったリアルなファミコン音源で鳴らす方法としてこんなことやっていたんですよっていうのを説明して、環境をね揃えればどなたでもできますよっていうところで、一人でももし興味を示して実際にやってみる方がいると、それはそれで嬉しいなってところがありますので、初心者向けに作ってみた動画で UFO キャッチャーの音楽が懐かしすぎたっていうやつね。ニュー UFO キャッチャーって僕がすごい思い出深い音楽を奏でる機種の、基板を手に入れてその基板を鳴らすとかいうマニアックなものなんですけど、結構共感いただける方が多かったのかなっていうところで、こういう系の動画が伝わるのはすごい嬉しいです。
で、こういう系の動画が伝わると嬉しいシリーズ、この発射メロディーが懐かしすぎるとかね。このチャンネルはゲーム音楽で興味示して登録いただいている方がほとんどだと思うので、駅メロは興味ない方のが大多数だと思うんですけども、2007年に駅メロメドレーのヒットから始まったようなこのチャンネルで、やっぱり駅メロっていうのも僕の中で重要な要素ではありまして、なんで僕がこの発射メロディーが好きなのかっていうのを改めてちゃんと説明しようかなみたいな感じで作った動画で、この昔のね録音とかも交えつつ、この動画は割と僕と発射メロディーというもの、僕ならではの形でまとめられた動画になってるんじゃないかなと思うので、おすすめの動画の一つですね。で、ここ最近ファイナルファンタジー4、5、6そっくり4色紹介動画ですね。これ本当に結構いろんな方にご覧いただいて嬉しいなってところなんですけども、これらの動画も根底は僕自身がいいなと思ったものを僕なりの形で紹介するみたいな形だったので、ご覧いただいた方はありがとうございます。はい、というところで15年間を振り返ってきましたけれども、実際には15年めちゃめちゃ動画上げてきたわけじゃないので、15年という言葉の重みほどはないんですけれども、僕にとってこのマツケンというチャンネルはですね、これはもう15年間変わっていないところとして、僕マツケンが趣味を披露する場だと思ってるんですね。なのでね、ちょっとここ申し訳ないところがあるんですけど、何かのジャンルに特化した系ではないので、チャンネル登録いただいている方々にとっては全然興味がない動画を上げることもあるかもしれないんですけれども、そこは登録いただいて本当にありがとうございますというところで、もう興味がない動画がもし流れてきたらもう華麗にスルーいただいて、効か不幸か僕投稿頻度は多くないので、頻度高く興味がない動画がうざく流れてくるようなこともないと思うので、今後動画についても温かい目で興味がなければスルーいただいて、もし興味があればクリックいただけるととても嬉しく思います。というところで今後も細く長くでも続けていければなと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。